またノアちゃんがいない。まずいですわ。くそー。ここから脱出するために体力はつけておきたい。マジだって、私本人に聞いたもん。有名なアーティストのバルーンだって。バルーンってノアちゃんのこと？おや、あちらのグループでも話題になってるみたいですね。バルーンといえば知らない人いないですもんね。バルーンって何ですか？まあ僕も知らなかったんだけど。バルーンがここに捕まっていますの？そんなバカな。一体誰で上がりますの？城ヶ崎ノアさんです。はあ？嘘でしょ？バルーンといえばネットで話題にならない日はありませんのよ。そのアートはどこからか現れ、描くところを見た者はいない。正体は謎に包まれ、その芸術的なアートは若者を中心に多くのものを魅了している。あの子がそんな世界的に有名なアーティストだなんて。説明ありがとうございます。うるせえよおめえら。人の噂ばっかりしやがって。不愉快な奴らは全員殺してやりたくなるんだよ。殺してやりたくなるってまさか魔女の殺人衝動？それは聞き捨てならないな。アリサ君、危険な思考に支配されているんじゃないか。辛い目にあったのだろうし、よかったら話を聞くよ。悩みがあるのなら打ち明けてほしい。優等生は黙ってろ。うちはやりたいようにやらせてもらう。アリサちゃん、まさか本当に？いや、あるわけない。みんな怖がってる。誰かが何かをするんじゃないかって。服を捨てるなんて、ぐぬぬ、もったいないですわ。このダストシュート、地下の焼却炉に通じているんですよね。焼却炉室を地下で見かけました。あ、そういえば地下を探索した時、焼却炉室があるのを見かけた。魔女図鑑の規則には毎週月曜の15時に稼働とあったっけ？まだ全然着られますのに。私たちが魔女候補だからかもしれませんね。着てたものすべて焼却処分って偏見のようなものを感じます。うん。単純に洗濯が面倒なのかもしれませんが。でも、そこまでチェックもされていない感じしますし、嫌なら捨てなくてもいいのでは？嫌ですが、規則違反がバレたら何をされるかわかりませんし、仕方ないですわ。くそー！しかも、毎日同じ服着なきゃならないなんて、せめて寝巻きは用意してほしかったですわ。まあまあ、同じ服でも替えがあるのはありがたいよ。極長さんの趣味かもしれませんね。趣味は悪くないんじゃないかしら。気に入ってるんですね。別に気に入ってませんけど。なんかこういうのいいなって思ったり、こうやって友達同士でおしゃべりしながら歩くのって憧れだった。もちろん僕らは囚人で、ここは牢獄なんだけど、
なんか忘れちゃいそうになるな。あ、エマさん、ハンナさん、スマホ見てください。団結するためにも私も定期的に配信をしようと思う。みんな気持ちをしっかり持ってほしいんだ。どうか衝動的にならないでほしい。今は従うしか方法はない。だが私たちは決して屈しない。全員で生き残って必ずここを出るんだ。大丈夫。私が必ず何とかしてみせる。さっき食堂でひりついてみんなが怖がってたから安心させるために、レイヤちゃんは偉いな。僕は自分のことしか考えられていない。こんなもの見る価値ありませんわね。何しますの？お返しなさい。ハンナさん、本当はレイヤさんのこと好きなんじゃないですか？そんな一生懸命になって。このゴリラ女、返せ捕まえてごらんなさいな。レイヤちゃんって女の子を惚れさせる魔法を使えるのかな？これが牢屋敷。こうやって見るとやっぱり堅牢そうですね。でも自由に外に出られるならきっとどこかに脱出口が見つけられるよ。すごく綺麗なところ。めちゃくちゃ広いですね。自由に出入りできるならどこかに身を隠すことも可能なのでは？でもアリサちゃんが言ってた監視フクロウが気になるよね。ですね。この辺りには飛んでいないようですが、時間も限られていますし、とりあえず見回ってみましょうか。そうだね、行こう。ここなんだろう。なんでしょうね。看守の家とか？とりあえず入ってみましょうか。マップで見た感じ、ここはサラマンダーの間？こっちはオンディーネの間ですね。で、ここはノームの間だね。何か違いがあるのかな？僕らの牢屋よりずっと綺麗だね。これはおそらくゲストハウスではないでしょうか。ゲストハウス？牢屋敷の運営が国家ぐるみであると想定すれば、要人がこの監獄施設に来ることもあると思うんです。あ、そうか。想像でしかないのですが、要人が牢屋敷に宿泊するのは避けたいと思うんですよね。なんせ私たちは世界に害をなす恐ろしい魔女らしいですから。そうなると、例えば要人が視察に来るとかそういった場合、このゲストハウスに宿泊するわけですよ。わあ、私の推理冴えてません？できればその証拠を見つけたい。シリーちゃん、他のところも見回りたいから。この塀の向こうに行けたら外部と連絡が取れるんじゃないかな。そうかもしれませんね。でもめちゃくちゃ高いですよ。僕、登ってみようかな。ほら、少しなら足場もある。
メでしたね。確かアリサさんが塀には不思議な力が宿っているとも言っていましたし、そもそも登れないようになっているのかもしれませんね。あなたたち何をやって嫌がりますの？看守に見つかったら懲罰防疫になりますわよ。どこで見られてるのか分かったもんじゃねえですわよ。少し遠くまで歩いて行ってみたのですが、監視の化け物フクロウが大量に飛んでいましたわ。この辺りはいないんですけどね。見張られずに自由に散策できるのは牢屋敷の近くだけなんでしょうね。ええ、正確な仕組みは分かりませんが、遠くまで逃亡して監視のフクロウに発見されたら看守に連絡が入るんでしょう。フクロウなら読めも聞くでしょうし、夜闇に紛れて脱獄しようとする囚人もいるのでしょうね。はなのかちゃん？ハンナさんは何をしていたんですか？私もどこか出られる場所がないか探してみてたんですわ。出られそうな場所あった？あれ？気のせいだよね。そんな簡単に行くわけねえですわ。見たらわかるでしょ。一帯すべてが高いコンクリート塀に囲まれていて、残念ながら私たちが閉じ込められているという事実に変わりはねえですわ。それに加えて遠くに行けば監視フクロウが常に巡回している。思ったよりもセキュリティレベル高そうですね。それと一つ分かったことがありますわ。何でしょう？ここは島ですわね。かすかに潮の匂いと、塀に耳をつけたら波の音が聞こえました。ほんとだ。そういえば極長も島って言ってたっけ？予感はしていましたが、ここは絶海の孤島ってやつですよ、きっと。我々は眠らされて、ここに連れてこられたんでしょうね。おそらくヘリとかで。そして、この島全体を塀で囲っているのなら、ここからの脱出は相当難しいですわ。そんな、塀を越えられたとしても、海じゃ。早くここを出ないと。ハンナちゃん、大丈夫？大丈夫なわけないじゃない！おぞましい化け物が常に私たちのことを見張っていますのよ。こんなところはもう嫌ですわ。いつか私たちもあんな化け物に。ハンナさんがかわいそうで見てられなくて、塀を破壊して脱獄しようと試みたんですが、ダメでした。この塀は硬い。素手でどうにかしようという思考がどうにかしてますわよ。シェリーちゃん、ハンナちゃん、やばいかも。あらら。一体どこに逃げるんですの？捕まらなくてよかったけど、もうヘッドヘッドだよ。大丈夫ですか？看守さんに追いかけられたって聞いて。何もされてないよ。ちょっと疲れただけ。ほっぺた汚れちゃってます。なんかお
母さんみたい。これなんでしょう。なんだろうね。考えても仕方ないか。ここはお菓子のことばっかりだから。夕食に行きましょうか。そうだね。あ、でもそうだ。ちょっと待って。ノアちゃん、今日もご飯行かないの？あ、エマちゃん、メルルちゃん。ノアは平気だよ。みんな優しいんだ。みんな？差し入れ持ってきてくれたり、声をかけてくれたりする。ノアの魔法を見てみんな驚いてたけど、でもここは不思議なことがたくさんで、ノアの魔法怖がられたりしないんだ。えへへ、嬉しいな。みんな結構ノアちゃんのこと気にかけてあげてるんだな。それならよかった。お礼にみんなの喜んでくれる絵を頑張って完成させるね。そういえば、あんちゃんはノアちゃんとうまくやれてるのかな？どうでしょうか。昨日の夜は坊に戻ったんですが、今日また体調を崩してしまって医務室で寝ています。どうしても同室が辛いらしくて。そっか。なんとかならないかな。ほら、僕と部屋を交換するとか。いいかもしれませんね。早速掛け合ってみよう。今度獄長に遭遇した時にでも。